こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、子供が落ち込まない上手な指摘の仕方、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。子供が授業中とか問題とか間違えることってあるじゃないですか。あるいは休み時間良くないことしちゃうとかね、悪いことしちゃう、こっちが注意をしたり指摘をしなきゃいけないっていうことが学校生活では多々あると思いますけれども、この時に注意指摘当然します。当然するんだけれども、子供によってはズーンって必要以上に落ち込んじゃったり、あるいはプーンとこう拗ねちゃったりする子供っていますよね。こうなるとちょっとややこしくなってくるんですよ。授業ができなくなっちゃったりね、ストップしちゃったり、ちょっと困ってしまうんですけれども、そういう状況が起きない上手な先生の注意の仕方、指摘の仕方っていうのがあるんですね。この動画最後までご視聴いただければ、その上手な注意の仕方、指摘の仕方、みんなが笑顔でいられる、そんな指導テクニック一つ手に入ると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。それではお越しください。どうぞ。ではここマイクなんで、ここに向かってね、笑顔でハキハキはっきり言ってください。はい、どうぞ。宮沢優衣教育研究所。はい、ありがとうございました。ではお帰りください。バイバイ。またね。はい、娘でございます。いつもだったらね、ちょっと画面変わって宮沢教育研究所って可愛い女の声を入れてるんだけれども、あれ実は僕の娘なんですね。5歳ぐらいの時に録音したんですけれども、それをずっと 4,5 年使ってます。でも今はもう小学3年生になって8歳9歳ぐらいになってるんですけれどもね、あの娘の声なんですよ。ただ今日編集ができないので Wi-Fi が使えなくて編集ができないので、編集できないならできないなりにね、ちょっとなんか工夫できないかなっていうふうに思ってですね、娘の声を入れてみましたっていうことです。ちなみに今日台風が来ていて、学校が臨時休校だけれども外めちゃくちゃ晴れてるんですよね。学校行ってくれよっていうふうに思うんですけれども、そのおかげで娘がいてくれたので声で出演していただいたということでございます。申し訳ありません。どうでもいいですね。はい、それではやっていきたいと思います。子供が落ち込まない上手な指摘の仕方ということですね。結論からお伝えしていきたいと思います。結論は PNP 和法を使っていきましょうということですね。PNP 和法ということです。聞いたことありますか？別名サンドイッチ和法なんていうことを言われることもあります。PNP 和法っていうのはポジティブ、ネガティブ、ポジティブ、注意すべきところをポジティブな言葉の間に挟んであげることによって注意をされた相手も前向きにそのまま活動、学習あるいはお仕事なんかに取り組んでいくことができますよっていう非常に重要な指導テクニックのことですね。で、知らない方は今から具体例紹介させていただきたいと思いますし、今日知ることができると思います。で、教室で実践することもできると思いますけれども、 PNP 和法を今まで知っていた聞いていたっていう方も、実際に僕が授業中こういうふうに使うといいですよっていう具体例を紹介したいと思いますので、いずれにせよね、有益な動画になると思いますので、よければ最後までご視聴ください。それではじゃあ早速具体例をね紹介していきたいと思います。そうですね。で、授業中に問題を解いている子どもたちが問題を解いていて、ある子どもが間違っちゃっていた。でそれを、間違うことはいいんだけれども、これからね改善していってもらったらいいんだけれども、こっちとしては無視できないじゃないですか。教えてあげなきゃいけない、間違いを指摘してあげなきゃいけないっていう状況が多々ありますよね。そんな状況をちょっとじゃあイメージしながらやっていきたいと思います。こっちが丸付けをしてあげる。で、子どもがノートを持ってくるっていう状況を想定しましょうか。じゃあ A 君が算数の問題解いて頑張ってやってきましたよっていうところからいきたいと思います。いきなりちょっと実演してみますよ。A 君頑張って問題やってきたんでね、見せてごらん。はい、ありがとう。すべての問題解けてるね。頑張ったね。じゃあ丸付けしていくよ。おっと、一つミスがあるね。気づくかな？どっかわかるかな？ミスしてる。そう。ここは割り算じゃなくて、そうです。掛け算なんだよね。ここだけちょっと間違えちゃったな。でも、すべての問題ちゃんと単位も書くことができてるし、素晴らしい。バッチリじゃん。じゃあ、1個だけミスあるからね。これ、直しておいで。また持っておいでよ。こんな感じですかね。今のを、よく見て分解していくと PNP 和法を使っていたっていうことですね。ちょっと解説していきたいと思います。まず最初の P、ポジティブは全部頑張ってやってきたね。まずあなた頑張ってやってきたじゃん。ちゃんと問題解いてきたじゃんっていう、もうただそれだけを認めてあげてるっていうことですね。ところが丸付けをしてる最中に1個ミス発見したんですね。こっちとしたら言いにくい、本当は言いたくない、悲しませたくない、でも言わざるを得ないですよね。だからこれちゃんと指摘するわけです。でもあなた1個ミスあるよ。
どっかわかるかな。あ、そうそう、割り算じゃなくて掛け算だね、ここは掛け算じゃなきゃいけないんだよねっていうのを指摘してますね。もちろんこれはズバッと言ってもいいし、こう対話しながらね一緒に気づいていってもいいんだけれども、まあどっちでもいいと思いますけれどもね。で今ポジティブネガティブときました。そして最後にもう一回締めでポジティブ入れてますよね。ちゃんと全部単位かけてるじゃん、バッチリじゃん。バッチリじゃないんですよ、本当は1個ミスしてるんでバッチリじゃないんだけれども、全部単位かけてるというそのことにおいてはバッチリじゃんっていうふうに褒めてあげてるっていうことですね。そうすると子供も全部頑張った、1個ミスあった、クソ悔しい、だけれども全部単位かけてた、俺バッチリじゃんって言ってスキップで自分の机椅子に帰っていくっていうことですね。結局指摘してることには何も変わりないんですよ。変わりないんだけれども、子どもの感覚印象が全然違うっていうことですね。じゃあちょっとやり方変えて PNP 和法じゃなくて P を引っこ抜いて N だけでねやっていきたいと思います。要するにネガティブな指摘っていうことですね。別に怒ったりしない、非常に穏やかな言い方で普通にさっきと同じようにやっていきたいと思います。じゃあ実演テイク2ね、2回目やっていきたいと思います。じゃあ A 君がノート見せてくれました。はい、ありがとう。 A 君がやったんだね。はい、あ、先生1個ミス見つけたぞ。どっかわかるかな。そうそうそう、ここね、ここ割り算じゃなくてわかる。あ、そう掛け算なんだよな。ここ掛け算でやらなきゃいけないんだよな。ここ1個間違えてるからもう1回やり直しておいで。はい、終了ということですね。この時の A 君の気持ち印象を考えると、さっきの実演した時と大きく変わるわけじゃないんだけれども、おそらくスキップで帰ってくってことはないと思うんですよね。当然ね、あ、俺間違えちゃう、畜生悔しいな、なんか周りに見られて恥ずかしいな、情けないなってちょっとこうとぼとぼ歩いていく感じになると思います。これなんですよ。この積み重ねなんですよ。子供育てるっていうのは、学級育てるっていうのは、マネジメント学級経営していくっていうのはこのちっちゃい積み重ねなんですよね。これをしていくにはすごく PNP 和法がやっぱり有効っていうことです。ここで僕たちが覚えておかなきゃいけないことは、いくら優しい言い方、笑顔、甘い言葉をかけてあげたとしても、それだけで子どもたちは喜んで勉強したり、子どもたち仲良くなったり行事に迎えるっていうことじゃないわけなんですよね。そうじゃなくて、一つ大事な要因としてはネガティブで終わらせない、成功体験で終わらせてあげる。だけれども指摘するところはちゃんと指摘してあげる。そのためには基本的にはまずポジティブに受け止めてあげて、そしてちゃんと指摘するところは毅然と指摘して、だけれどもできてるところもあるんだよっていう励ましてあげるっていう、こっちのスタンスがすごく大事。そしてそれが言葉に現れてくる、自然と現れてくる。それを体系化した言語化したものが PNP 和法、サンドイッチ和法っていうふうに言われる部分じゃないのかなっていうふうに思いますね。例えるならハンバーガーかもしれません。ハンバーガー食べてると結構ピクルス嫌いな人いるんじゃないですか、ね、食べたくないなっていう人も、ね、中にはいるかもしれませんけども、ハンバーガーとレタスと、ね、トマトとかの間にピクルスがスッと入り込んでるとですね、なんか知らずと勝手にこうもぐもぐもぐと食べちゃう人もいますよね。そんな感じですよ。全然例え話としてふさわしくなかったですね、今のハンバーガーの話はね。これ編集できていたら間違いなくカットするところですけれども、今日は編集ができないのでそのまま垂れ流したいと思いますけれども、今のハンバーガーの話は忘れてくださいということでございました。いかがだったでしょうか。今日はですね、子どもが落ち込まない上手な指摘の仕方ということで PNP 和法を紹介させていただきました。ちょっと振り返ってみましょう。確認してみましょう。 PNP 和法の P、何でしたか。ポジティブです。ポジティブとポジティブで N を挟むんです。 N は何でしたか。そう、ネガティブです。すなわち教師としては指導、注意、指摘っていうことですね。これが結構忙しかったりカリカリしてたり、特に時間がない時はできなくなるんですよ。ゆとりがある時はできるんですよ。ゆとりがなくなってくると、ちょっとこっちがテンパってくるとできなくなってくるんです。教師の力っていうのはゆとりがある時にどれだけできるかじゃないです。ゆとりがない時、こっちが苦しい時、しんどい時にいかにこの PNP 和法を落ち着いてできるかどうかっていうところが教師の腕の見せ所だと思いますし、今これご視聴いただいている方、勤務時間外にもかかわらず勉強しようと頑張っておられる先生は間違いなくこれ絶対できるようになると思いますし、もしかしたらもうねできてる人もいるかもしれませんけれどもね、一緒に頑張っていきましょう。ちなみになんで今日はもう本当に余談で、最後余談なんだけれども、なんで今日こんな
動画を撮ろうと思ったかっていうと、フィリピン人の先生が、語学学校です。語学学校僕今通ってるんだけれども、フィリピン人の先生がこの PNP 和法めちゃくちゃ上手なんですよね。なんか英語圏のアメリカ式の学校のスタイルでずっと幼少期から育ってる人たちなので、なんか染みついてるんでしょうね。なんかアメリカ人、僕よく知らないアメリカの教育システムとかよく知らないですけど、なんか印象として基本的にポジティブで受け止めてくれて、受け入れてくれて、でも指摘するとかちゃんと指摘するよっていう雰囲気ってなんとなくあるじゃないですか。ごめんなさい、勝手な先入観なんだけれども、多分そういうのが染みついてんじゃないのかなっていうふうにね思ったりします。僕が間違った英語を使ってても、まず very good, nice, nice try っていうふうに言ってくれるんですよ。だけども、あんたここは違うよ、ここはちゃんとなんか複数形で言い換えるんだよとかっていうふうに教えてくれて、でもできてたよねっていう PNP を自然と、フィリピン人の先生がそれを知ってるか知らないかわからないけれども自然とやってくれるんですよね。で、嬉しいな、頑張れるな、頑張りたいなっていうふうに自分自身が思うことができたんで、そんな気持ちの子どもたちがたくさん教室に増えたらいいなっていうふうに思って今日こんな動画をね改めて撮ってみました。実はこの動画4、5年、2020年ぐらいに撮った記憶があるんですけれども、昔の動画も結構有益なねこんな動画がいっぱいありますので、よければ昔の動画もちょっと遡っていただいて、動画一覧から古い動画っていうところを押すと動画が新しい順から古い順にこう逆転するんですよね。ちょっと昔あんまりおしゃべりが上手じゃなかったり、今も上手じゃないんですけれどもね、ハンバーガーの変な例え話とかしちゃったんで、昔もっと下手くそだったんですけれども、編集もねあんまり良くないんだけども、今日編集もしてないんだけれどもね、良くないですね。喋れば喋るほどボロが出てきますね。まあ昔の動画も結構有益な動画があるんで、よければお時間ある時にね見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。今日の動画面白かったよ、役に立ったよっていうふうに思っていただけたら、よければいいね、コメントしていただけるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。そして皆さんと同じ職場に働いておられる大切な同僚の先生がおられたらですね、この PNP 和法を教えてあげたり、あるいはもうこの動画そのものをシェアしていただけるとすごい嬉しいです。特にお若い先生苦しくなってきて、この2学期長丁場で今ねほんとしんどい時期だと思うんですよね。ついつい N が多くなっていっちゃうんですよ。NPN とかね NNN とかなっていっちゃったりするんですよね。そうするとどんどん転げ落ちていってしまうので、よければこの動画シェアしていただけるとすっごい嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。